やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ソフティアーズが繰り出した、新エントリーイヤホン、ボリューム。多分、日本でも片手の指に入るスピードでのレビュー投稿だと思う。ソフティアーズというブランドに聞き覚えがない人は、多分住んでる価格帯が違う。実際、自分も一瞬どこの新興ブランドかなと思った。代表作の RSV は、8万円台、その上位、15バランスドアアマチュアの RS10 は23万、4360円。うち間違いじゃない、桁間違いでもない、23万、4360円だ。そんな超価格帯の商品なので、基本的に試聴機を聞くのも申し訳ないレベルなので、今回が人生初ソフティアーズになる。このボリュームは、エントリーモデルなだけあって、それらよりもぐっと現実的な3万円ちょっと。285ドルのイヤホンだ。とはいえ、このチャンネル的に最上位の LZA7 や C オーディオブレイブリーなんかと同じ価格帯に位置するモデル。僕は1万円超えたらあとはイヤホンは性癖だと思ってるので、変なところがなければ、あとはベタ褒めするレビューになると思う。ボリュームの構成は、2バランスドアアマチュア1ダイナミックドライバー。最近だと、高価格モデルなら、C オーディオ夢ミドナイトなんかが同じ構成だな。中華激安イヤホンだと、KZZSR なんかがいる。価格は10倍超。普段触っている低価格イヤホンがいかに低価格イヤホンかお分かりいただけるだろう。そして、このクラスのイヤホンになぜ10倍の値札がつくのかも理解できるはずだ。エントリーモデルとはいえ、ボリュームはカスタマイズされた2台のバランスドアアマチュアと、ベリリウムコーティングが施された1台のダイナミックドライバーの組み合わせ。ぶっちゃけ、エントリーモデル感はない。ソフティアーズのエントリーなだけで、他社のフラグシップと言われても普通に納得する。カスタマイズされたバランスドアアマチュアイヤホンのおかげで、各音域のつながりは、というかつながってる感じすらない。これを生み出すためのチューニング、独自部品、凝った構造によって、この小さなイヤホンに複数の工程が生まれて、この値段になるわけだ。エントリーでもこの値段になるのが納得できるだろうか。外装はアルミニウムのフェイスプレートと、レジンシェルで構成されてる。レジンの充填率は高めで、遮音性も良好だ。でも、一部に空洞があって、重すぎない範囲の重量で収まってる。割と大型のイヤホンなんだけど、耳に干渉しすぎないようにノズルが長めに取られている点。それから、耳掛け式である点から装着のストレスは感じないんじゃないかな。緑色のシンプルなハウジングなんだけど、バランスドアアマチュアとダイナミックドライバーは完全に分離されていて、音導管のチューブによって、ノズルまで届けられる。バランスドアアマチュアの前方にはフィルターが、ダイナミックドライバーの背面にはダンパーが備えられて、ここで音色の調整がされてるな。一見優位そうでシンプルなイヤホンに見えるんだけど、構造がめちゃくちゃ凝ってることがわかると思う。リケーブルは2ピン端子周辺を保護できる、段差のあるカスタム2ピンタイプだ。デモ機なので、デモ、の刻印があるな。付属品も、おそらく上位機と同様なんだろう。ナンバーが刻まれたカード、大きなきちんとした持ち運び用ケース、そして、ケーブルにイヤーピースが2セット。ケーブルは取り回しやすい、黒の4芯で、多少表面に抵抗があるタイプ。それから、クリーニングツールが付属するぞ。箱も、おそらく上位モデルに近いんだろう。めちゃくちゃ大きくて、開封時の嬉しさがはかどる。何度か言ったけど、ボリュームの構成は2バランスドアアマチュア1ダイナミックドライバー。これらのドライバーは、位相ずれ。早い話、音に時間差が出て変な音にならないように、きちんと調整されるために、コストが払われてる。おそらく、ドライバーの相性なんかもきっちりと確認されてるんじゃないかな。イギリスの飯と一緒で、中華イヤホンはコストをかければかけるほどちゃんとするのだ。この価格帯になると、個性の美味しいところだけ取ってあとは抑えられるとかじゃないレベルでどっかに消えるので、ダイナミックドライバーの仕様とかはあんまり気にしなくていいんだけど、超低音域の臨場感とかに影響する、ドライバーのサイズは 10mm。いつも低音ガボンガボンが出てくれないと嫌、と感じてるそうでも安心の、量感をしっかり確保できるサイズだ。実際、視聴してもスケール感のでかい音色が楽しめたぞ。それから、振動板は、プラスチックを超えるスーパープラスチックを超える、スーパープラスチックな素材の PEK。早い話、一切妥協していない。さらにここにベリリウムコーティングをプラスしたものが、ボリュームのダイナミックドライバーだ。ベリリウムコーティングが施されたダイナミックドライバーは、どれもこれも特徴的な音を出すんだけど、今回聞いたボリュームでは、その特性が比較的に抑えられてた。ただし、他のイヤホンと聞き比べて、あ、この部分はベリリウムが仕事してたな、とわかるところもあったぞ。それから、さっき構造のところで言ったんだけど、ドライバーの前面にフィルターを置いていじるのではなく、
背面のダンパー側で音をいじってるのも個人的には好き。音響学とか学んでる人に言ったら笑われるかもしれないけど、空前面に壁があるのより後方で調整してる方が、ドライバから出てる音色が直接脳に届くわけよ。もちろん、ボリュームも変に膜を感じたり、逆に刺さったりするわけがない。この価格にふさわしいイヤホンの挙動を感じるぞ。そんなわけで音質に入っていこうか。今まで言った高級機ならではのこだわりを全部置いといて、一番最初に感じたのは、まず丁寧さ。次に、低音域の広がり方による、広い空間だ。ボリュームはそれほど超高音域がカリカリに出てくるイヤホンではないんだけど、はっきりと高音域の像が見える、高音域の聞き分けやすさ、ボーカルの自然さ、そして、よく弾む低音域、低音の響き方が独特で、特に天井の高い空間で音楽を聴いているような、大きなスケール感がある、横方向の空間の広がり、というのは結構よく意識するところだったんだけど、天井が高い、という感覚をこんなにわかりやすく覚えたのは初めてだ。日本で話題になっている5バランスドアーマチュアの RSV なんかは、より原音に近い味付けのなさが個性らしいんだけど、このボリュームには明確な味付けがある。こういうイヤホンなら高級機でもワシワシレビューが進むぞ。超高音域がめちゃくちゃ精細に感じられる、イヤホンならではの味付けよりも、そこを強調しすぎないで、きちんと中低音域につなげて聞かせる感じ。なので、よりパキパキの超高音域の方が好みな人も多そうだ。ベリリウムコートのイヤホンは、鳴らし込むとさらにここら辺が明瞭になったり、低音の質が変わったりするので、このボリュームも、鳴らし込んでいくうちにここら辺のバランスが変わる可能性もあるけどな。高低音が強調されている現代音楽を聴いても気持ちよくなるし、あるいは古い音源でもあらが目立たず、また、すごく天井の高い空間表現のおかげで、このイヤホン独特の空気感、というものも楽しめる。それでいて、音色のバランス的に嘘をつきすぎていないので、自然に広い空間を楽しめる、面白いイヤホンだ。このイヤホンでしか聞けない音、というのもあると思う。音色を切り分けてみようか。高音域は、ジャズやロックなどで、不自然に金属質になったり、ピントが合いすぎて違和感を感じない程度に抑えられているんだけど、音量としては確保されているし、ピアノや弦楽器の響きが自然に聞こえる、自然かつ、空間を感じる高音域となっているぞ。ボーカルはしっかり体音を感じられるべき。高音域がやりたい放題でないので、高音域と空気感も統一されてる。中音域の楽器類も、軽すぎたり重すぎたりしないので、低音量でも輪郭はくっきり出るし、適度な重み付けを感じる。音量を上げてもこれらの傾向はそのまんま。結構音量で印象が変わる低価格機と差を感じるのは特にここと空間表現だった。でもって低音域、ここも、適度な重さを感じる雰囲気はそのまんま。よく響き、このイヤホン独特の空気感を作ってる。高価格ならではの歪みのなさに、10ミリベリリウムコート振動板の派手さがいい感じに噛み合って、派手すぎず、でも個性はしっかり感じる仕上がりになってるぞ。そして、ここに広い空間表現が被さる。結果、やたらと広い空間で、強調されすぎない、量感がしっかりと伴うイヤホンが出来上がるわけだ。メーカーからするとこだわったポイントはめちゃくちゃ多いと思うんだけど、この自然さを生み出せるのが、こだわったイヤホンなんだと思う。この価格帯のイヤホンは、出会ってこれだ、と思って買うものだと思うんだけど、価格にうるさい人間がこれだ、と感じられるイヤホンは、やっぱりそれだけ素晴らしいものと言えるんじゃないかな。そんなわけでまとめてみようか。ソフティアーズボリュームは、超ハイエンドブランド、ソフティアーズのエントリークラスイヤホンだ。価格は285ドル。中堅ブランドのフラグシップ級のお値段。構え茂は2バランスドアーマチュア1ダイナミックドライバで、カスタムされた2台のバランスドアーマチュアに、ベリリウムコーティングされた高品質な樹脂振動板、PEK 素材にベリリウムをコーティングしたものが使われてる。2ピン端子で、埋め込みタイプだ。ハウジングは大きめだけど、装着はしやすい。遮音性はちょっと良いくらい。音質はもちろん、価格に見合ったもの。強調しすぎず、下がりすぎない高音域と低音域。誇張されていないものの、超高音も超低音もちゃんと出てる。適度に重みがありつつも、キレもきちんと持ってる音色で、さらにこの価格にふさわしい要素は、このイヤホンの音がとにかく広いこと。特に、天井が高いと感じる、上下方向の空間表現が見事だった。より上位の機種はモニター的な、強調のない鳴らし方をするんだけど、このイヤホンはしっかりとやりすぎない範囲で個性と完成度をしっかりと高めていて、きっと惚れる一台になるんじゃないかな。ジャンルも選ばず、音量やシチュエーションも選ばない、素敵な一台だ。きっと、聞いて惚れる人は多いと思う。おすすめだぞ。と、こんなところだな。そら褒めるよ。いいものだもの。
価格は趣味のアイテムとて製法にこだわりがあるのと、カスタムバランスドアマチュアの生産数とかを考えると、どうしても上がっちゃうんだけど、それでも、この値段でも欲しい、という人がしっかり生まれるのが、この価格帯のブランドの存在意義だと思うんだよな。といったところで今回はここまで、高級機も低価格機もやってることは同じはずなのに、なぜか高級機はやたら精神力を使うんだよ。